コンスタンティヌス一世のミラノ勅令とその影響。イントロダクション。ローマ帝国の歴史において、313年に発布されたミラノ勅令は、コンスタンティヌス一世が下ろしたこの決断は、その後のヨーロッパの歴史を大きく変えることになります。当時のローマ帝国は宗教的な対立や政治的な混乱の渦中にあり、この勅令は帝国の新たな方向性を示す重要な指針となったのです。テトラルキアからの混乱。ミラノミコトのリレーが出される前ってどんな状況だったのだ？当時のローマ帝国は大混乱に陥っていたの。比較的安定した時期の後、急速に崩壊していったのよ。4人も皇帝がいたのだ。なんでそんなことになったのだ？最初はディオクレティアヌス皇帝が考え出した制度だったの。帝国を東西に分けて、それぞれに聖帝と副帝を置いていたの。でも306年にコンスタンティヌスの父が亡くなってから、特に西方ではマクセンティウスが強大な権力を握っていて、ミルウィウス橋の戦いとキリスト教。312年、ミルウィウス教での決戦の前夜に、コンスタンティヌスは空に十字架の印を見て、神のお告げを受けたと言われているの。これはキリストのモノグラムとして知られるカイ・ローの希望だったと伝えられているのよ。すごいのだ。それでキリスト教を信じるようになったのだ。彼は兵士たちの盾に、それで見事に勝利を収めたの。この勝利はコンスタンティヌスの信仰と政治的な力の両方を強化することになったのよ。ミラノ勅令の発布。ミラノミコトのリレーってどんな内容だったのだ？313年に東方皇帝リキニウスと共同でミラノミコトのリレーを発布したの。このミコトのリレーは単なる信教の自由を認めただけじゃなくて、キリスト教会を法人として認めて、具体的には教会の建物や土地、すごく画期的な決断なのだ。政治的な判断も大きかったの。帝国の統一と安定のために新しい精神的支柱が必要だったの。あとキリスト教会の組織力を、それからキリスト教徒の支持を得ることで、帝国内の政治的基盤を強化することもできたのよ。信徒の建設とキリスト教化。324年にリキニウスを破って帝国を統一した後、この都市は東西の交易の要所で、特に黒海と地中海を結ぶ海上交通の要衝として経済的にも大切な意味を持っていたのよ。新しい都ってどんな特徴があったのだ？異教の神殿を持たない初のキリスト教都市として設計されたの。ボスポラス海峡を挟んでヨーロッパとアジアの境界に位置していて、黒海と地中海を結ぶ大事な海上交通の要衝だったの。キリスト教芸術の中心地としても発展していったのよ。まとめ。コンスタンティヌス一世のミラノ勅令は、その後のヨーロッパの歴史や文化に、彼の決断は、古代ローマから中世ビザンティン帝国への、橋渡しとなる重要な転換点として、歴史に刻まれることとなったのです。この勅令は、宗教の自由という近代的な概念の先駆けとなり、西洋文明の形成に大きな影響を及ぼしました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。